どうも皆さん、こんきき、今日もアニメレビューの時間だよ。リュウさんは、子供の頃の夢は何やった？お医者さん。今と全然違う仕事やな。子供の頃の夢ってそんなもんだよ。ケーキ屋さんになりたいって言っててケーキ屋さんになった女の子ってどれくらいいるのやら。今は、子供に、人気の職業の上位に、YouTuber とかありますからね。子供の頃の夢って、そんなもんなのかもしれへんな。逆に、子供の頃からの夢を叶えてる人はすごいと思うよ。ある程度、中学生とか高校生くらいになると、自分では無理だみたいな現実を実感すると切ってくるわけじゃん。そういう現実は分かりつつも、子供の頃からの夢を諦めずに叶えた人は、確かにすごいな。夢は諦めなければ、叶うってのはよく言われるけど、その諦めないことが、普通の人にはできないんだろうね。何事も、継続と努力が大事なのかもしれへんな。そんなわけで、今日のレビューはこちら、ソウルフルワールドだよ。魂全開世界。この作品は、2020年に公開されたピクサーによるオリジナルアニメ映画作品なんだ。おピクサーさんですか。ただ映画作品とは言っても、この作品は劇場では公開されてないんだ。映画なのに？昨今のコロナの影響もあって、映画館での上映は中止になって、ディズニープラス限定の配信になってしまったんだ。あらら。このあたりはちょっとゴタゴタもあったみたいだね。サブチャンネルで1回動画にしてるから、気になる方はそっちを見てね。チェケラ。この作品の主人公はピクサー映画の中でも異色とも言えるんだ。中年で、黒人。アニメでは、あまり主人公になる感じじゃない、設定のキャラやな。彼の父親は、すでに亡くなってて年老いた母がいる。そんな身でありながら、彼は、まだ夢を諦めきれてないんだ。厄介やな。10代、20代ならともかく、このくらいの年齢になってまで夢追い人なんか。父のように音楽を愛し、ジャズを愛する彼だからこそ、中学で、臨時の音楽の先生の仕事をしながらも、いつかはジャズミュージシャンになりたいと思ってるんだ。なんやろ人によっては、身につまされる思いになりそうな主人公やな。だけど、諦めなかった彼だからこそ、チャンスが訪れるんだ。かつての生徒からの誘い。そんな誘いをきっかけにニューヨークで、一番有名なジャズクラブで演奏をするチャンスをもらうんだ。報われたんやな。有名なジャズミュージシャンと演奏ができる。ようやく夢が叶う。ようやく母に、そして、世間に胸を張ってジャズミュージシャンだと言える日が来たる。だけど死んでしまう。マンホールに落ちてしまったことで彼の魂は天へと帰ってしまうんだ。そんな、せっかく掴んだチャンスやのに。彼自身もそう思ってる。魂の姿で、天への道を渡る道中で、死んだということは自覚しながらも認められない。ここで死んでしまったら、自分の人生の意味は何なのか、無念と後悔、そして、怨念にも似た夢への執着が、彼を、魂への世界へと誘うところから物語が始まるんだ。魂の世界。すごく独特な世界観の描写なんだ。生まれる前の人間の魂、そんな無垢なる魂はめっちゃ可愛いんだ。マシュマロみたいやな。そんな無垢なる魂を管理してるのが、ジェリー。何？この落書きみたいなの。ジェリーは、複数の個体が存在してるけど、別の個体であってもジェリーなんだ。なんでや。3次元のはずの世界のはずなのに、2次元の世界に生きてるように、我々とは、違う存在であることを比喩するように、線で作られた身体をしてるんだ。なんかちょっと怖いな。ある種のディストピアみたいな空気感があるんだ。ジェリーたちは、無垢なる魂の性格を決めるんだ。性格って生まれる前に決まるん？可愛らしい無垢なる魂なのにジェリーたちによって強制的に性格を決められてしまう。だけど、それを別に無垢なる魂が否定するわけでもなく、それを受け入れて、自身を構成するものをこの世界で探し、最後の1ピース、きらめきを埋めると、魂は人間の世界へと降りてくるんだ。なんか面白い世界観やな。そんな魂の世界で主人公は22番と出会うんだ。名前はないんやな。番号で呼ばれてるんか。ますますディストピアやな。22は、長い間、この世界に存在してるんだ。様々な偉人の魂に、様々な教育や価値観を教えられるけど、22はピンとこない。どうして生きなければならないのかが、彼にとってはわからないんだ。最後の1ピースのきらめきが22にはないんやな。そんな中で出会ったのが主人公なんだ。今まで22が出会った数々の偉人と違い、主人公はまだ何も成していない。志半ばで死んだ無念と後悔しか残っていない。22が初めて会うタイプの人間なんか。22と違って生きることに執着してるんだ。生き返る方法は何かないのか。生き返って何としてもライブをしなければ、彼の人生は無意味なものになってしまう。でも、そんな彼の必死さは22には伝わらない。生きることの意味が22にはわからんからこそやな。どうしてそこまでして生きるのか。そもそも生きることに意味はあるのか。作品全体として哲学的なニュアンスが溢れてる。このあたりをどう受け止めるかは見る人によって違うと思う。結構難しい話やな。話の構造としてはシンプルなんだ。22という生きる意味を見出せていない魂と自分の人生の意味がようやく生まれそうな主人公。そんな2人が出会い、互いに模索していくんだ。生きるとは何なのか、幸せとは何か。すごいテーマやな。序盤を過ぎると、舞台は
再び地上に戻るんだ。完全に死んではいなかった。主人公の身体に入ってしまった22。一方で、主人公は、猫の体に入ってしまう。主人公は、元の体に戻ってライブをしたい。一方で、22は生を実感するんだ。どういうこと？物を食べる喜び、風や自然を体で感じる喜び、人と喋ることの喜び、人の愛を感じることの喜び、生身の体に入ったからこその生の享受を22は味わうんだ。体験版人生みたいなもんですか？私たちにしてみれば大したものではないんだ。美味しいもの食べたり、風を体に感じることなんて日々の暮らしは当たり前なんだ。そこに、いちいち幸せを感じ、生きることの喜びを感じることの方が少ない。牢屋にぶち込まれたりせえへんとわからへんかもな。そんな当たり前の生の喜びだからこそ、主人公は22を否定するんだ。そんなものは別に幸せでもないし、むしろ、彼にとっての幸せであるジャズミュージシャンとしての体制と比べればどうでもいいことなんだ。まあ、わかりますけど。せっかく見つけたはずのひらめきや生きる意味を否定されてしまうことで22はまた悩んでしまうんだ。悠久の時を経てようやく見つけたはずのきらめきが生身の体で長い間人生を過ごしてきた主人公にとってはどうでもいいことなんだと。22なんかかわいそうや。終盤で主人公元の体に戻ってライブを成功させるんだ。個人的に言えば序盤から中盤までのストーリーは良かったし、こういうテーマを描きたいんだというのがものすごく伝わった。その言い方やと、だけどって続きそうやな。だけど、ほら、ラストの特にオチとも言える部分がなんか釈然としないんだ。主人公にとっての当たり前の日々が22にとっては特別なものだった。生きているだけで人はそもそも幸せなんだと言いたいのはわかるし、それに主人公が気づき、22の地球域のチケットを奪ってしまったことへの後悔と無念が湧き上がってくるんだ。奪う、なんかいいことしてますね。そんな後悔と無念、罪の意識があるからこそ、もう一度22に会うんだ。地球行きのチケットを22に返すために。なんか良さそうやけど。もう、彼にとっては、後悔も無念もないんだ。ニューヨークで一番有名なジャズクラブで演奏ができた、プロにも認められた人生の最高点とも言える瞬間を味わうことができた。なるほど。もうこれ以上にないほどの最高のライブをした自分の人生は、これ以上のものはないかもしれない。もともとは死んだようなもので、最後のチャンスを偶然手に入れただけに過ぎない。だからこそ、今度は22に人生を楽しんでもらいたいという、そんな思い。だけど、なんかラストのオチとも言える部分がすごく予定調和のご都合主義なんだよね。どういうこと？さすがに、オチのネタバレはまずいからしないけど、この作品で描いていたテーマはわかるんだ。生きることの意味、幸せって何みたいなね。なるほど。社会性みたいなものもものすごく感じるんだ。黒人で中年な主人公というのも、昨今のアメリカでよく話題になるポリコレとかを盛り込んだものではあると思うんだ。そういうピクサーなりの社会性と哲学がこの作品に盛り込まれてる。がっつり大人向けな感じやもんな。大人向けなピクサーで決して子供向けじゃない。そういう意味では挑戦作とも言えるんだけど、そんな挑戦作なのに、最後のオチがすごいご都合主義で、そのせいで、なんか作品全体がふわっとしちゃった感じなんだよね。魂に重さはないですからね。刺さる人には、強烈に刺さる作品だと思うんだ。夢を諦めた人、荒さは暗いの大人にはものすごく身をつままれるような気分になる要素は多い。だけど、そういう要素やテーマや社会性を前面に押し出しすぎてるんだよね。同じピクサーの私時々、レッサーパンダの時も、リュウさん、同じようなこと言うてへんかった？これ多分最近のピクサーとディズニーが抱えてる問題なのかなって。どういうこと？もちろん、過去のピクサー作品の中にも、こういうことを描きたいんだっていうテーマだったり、社会性を感じる作品はあったんだ。トイストーリー1はアイデンティティの物語やって、リュウさんも言っとったな。でも、それを前面には押し出していなかった。アナと雪の女王も、ありのままのって歌を歌ってるけど、アナと雪の女王もマイノリティの話ではあったんだ。マイノリティでもええやんってなる話やもんな。でも、それを、あくまでストーリーの中に潜ませてるから良かったんだと、少なくとも私は思うんだ。メインのストーリーを見せつつ、裏テーマ的にアイデンティティやマイノリティの要素が含まれてるからこそ、物語の深みのようなものが生まれてたんじゃないかって。なるほど、あくまで隠し味的なテーマや社会性やったのが、最近のピクサーとかディズニー作品は隠し味やなくメインとして据えちゃっとる感じなんやな。大人が見ると隠されてたテーマや要素を感じ、子供は素直にストーリーやキャラを楽しめるって感じだったけど、最近だと、それがもう押し付けがましいくらい出ちゃってるんだよね。だから、なんか、面白いんだけどピンとこない、素直に作品を楽しめない感じがあるんだよ。最近のアメリカ産の問題もあるのかもしれへんな。作品の中に、必ず同性愛者を出して、いろいろな人種を出して、美男美女だけやなくて、みたいな。それが悪いとは私は思わないんだけど、そういう主張をする前提で作品が作られてるせいで、主張ばかりが大きくなっちゃってるような、そんな印象を受けちゃうんだよね。まあ、好みの問題もあるかもしれへんけどな。この作品も、一見の価値はあるよ。特に夢を諦めた、
諦めてしまった大人には1回は見てほしい。でも、2回は見たくならない。 1回見る分にはええけど、2回目は見たくならない。なんかわかるようなわからへんような。皆さんも、ぜひ、ディズニープラスで見てみてね。ほなまた次回。じゃん。